これでわかる真夏の夜の夢。シェイクスピアの戯曲真夏の夜の夢または夏の夜の夢と訳されます。音楽家メンデルスゾーンが後にこの戯曲を題材とした夏の夜の夢を作曲。その中の一つにあの有名な結婚行進曲があります。この真夏の夜の夢は誰か高い地位にあった貴族の結婚式の余興として作られたそうです。シェイクスピアは悲劇のイメージが強いかもしれませんが、こちらは喜劇、ドタバタラブコメディという感じです。まずあらすじを簡単にご紹介してからシェイクスピアの冗談っぽい仕掛けなどについてもお話ししていきます。アテネを舞台とし、アテネの王シーシアスとヒポリタの結婚を中心に物語は展開していきます。3つのプロットがあり絡んでいきます。1つ目は結婚に悩む若者たち。2つ目は町の職人たち。3つ目は森の妖精たち。1、結婚に悩む若者たち。4人の男女がいます。ディミトリアス、ライサンダー、ヘレナ、ハーミア。ハーミアの父は娘とディミトリアスを結婚させようとします。ですが、ハーミアはライサンダーのことが好きで、ライサンダーもハーミアのことが好き。そしてハーミアの友達ヘレナはディミトリアスに片思いをしていました。父親の言う人と結婚するか、修道院に入るか、はたまた死を選ぶかとなります。ハーミアはそのどれも選ばず、ライサンダーと駆け落ちをして森に入っていきます。それを知ったディミトリアスが追い、そのディミトリアスを追ってヘレナも夜の森に入っていきます。しばらくすると眠くなり、4人は森の中で眠ってしまいます。2、町の職人たち。アテネの王の結婚式の余興の劇の募集があり、選ばれたら褒美をもらえるということを聞いた町の職人たちが応募します。芝居の稽古をするために森に入っていきました。3、森の妖精たち。森では妖精の王オーベロンと女王ティターニアが喧嘩をしています。機嫌の悪いオーベロンは妖精のパックを使っていたずらをします。まず劇の稽古をしているボトムという職人の頭をロバに変えてしまいました。仲間たちは恐れて逃げます。そして自分の妻ティターニアにも媚薬を使っていたずらをします。それはまぶたに落とすと目を覚ました時に最初に見たものを好きになってしまうというものでした。ティターニアが目を覚ました時、そばにいたのはロバに変えられたボトムでした。ティターニアはメロメロになります。また、オーベロンは森に入ってきた人間たちを見て、片思いをしているヘレナに同情します。ディミトリアスに媚薬を使って両思いにしようと思いつき、パックに命じます。ですがパックは顔を知らないので間違えてライサンダーの方に使ってしまい、その後慌ててディミトリアスにも使います。恋の矢印の方向が変わり、4人の関係があべこべになり、喧嘩が始まったり、ドタバタはちゃめちゃな展開になります。オーベロンは自分が考えたことなのにティターニアを見て気の毒に思い魔法を解きました。間違ってかけられたライサンダーの魔法も解きます。が、ディミトリアスだけはそのままにして2組の両思いのカップルという形にします。それぞれ結婚を認められ、アテネの王シーシアスと一緒にお祝いをすることになりました。ロバになったボトムも魔法が解かれ人間に戻り、無事結婚式で劇を披露しました。妖精の王と王女も仲直り。さて、この2人の夫婦喧嘩から起こったドタバタですが、夫婦はいろいろあって喧嘩をしてもなんだかんだよりを戻すものという意味で取ると結婚式の余興に合っている気がします。ですが別の側面で見るとちょっとヒヤッとします。これはそもそも貴族の結婚式の余興。当時はおそらく政略結婚。そこで父親の決めた相手ではない人と愛のある結婚をする最後というのは、結婚する当事者も家族もどんな気持ちで鑑賞したんでしょうね。
また町の職人たちはめでたく結婚式の余興をすることになったのですが、彼らはまるでロミオとジュリエットのパロディのような勘違いから自殺をしてしまうという結婚式にはふさわしくない劇を披露しました。ただこれがあまりにも滑稽に作られているため笑いになります。この職人たちはどうもシェイクスピア一座と重なっているようです。なぜなら真夏の夜の夢自体も観客に怒られないよう笑いに変える工夫がされているからです。真夏の夜の夢の最後は妖精のパックが観客に向かって話します。もしも皆様お気に召さぬところあればこうおぼしめせ。ちょいと夏のうたた寝に垣間見た夢幻に過ぎないと。これにてお休みなさいまし。と。こんな風に締めたことで真面目に受け取って怒るのも馬鹿らしいという気持ちにさせたのかもしれません。愛のない結婚を拒絶したのに媚薬によってその愛の方向が変わってしまうという本末転倒のおかしさ。また夜の森の中という現実から離れた夢の世界を空想させるような場面でコロコロ変わる愛の矢印とテンポのいい展開で楽しませてくれる作品、いかがでしたでしょうか。では最後に他の真夏の夜の夢の絵画を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。